テレビはやっぱり壁掛け派。こんにちは、とまろぐです。つい最近ですね、オーストラリアでの生活からやっとね、日本の生活に戻ってきました。この辺のね、段ボールも早く片付けて、いろいろね、おしゃれな動画撮っていきたいなと思うんですけども、まずやっぱり考えたいのはこれですね。テレビの居場所です。今ね、これ65インチのテレビが本当にこのスタンドにあって直置きしているだけなので、めっちゃぐらつくし、ちょっとね、危ないんですよね。なんかぶつけたりしそうで。やっぱりね、最初はテレビみたいに大きなものからちょっとね居場所を作ってあげたいなというところで、今回はちょっとこのテレビを壁掛け、完全なる壁掛けじゃないんですけど、賃貸でも壁掛け風にねできる感じでちょっと仕上げていこうかなと思います。今回の動画はちょっとね DIY 要素もありつつなんですけど、そもそもなんで壁掛けするんですかとか、壁掛けするメリットはみたいなところについても触れていければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。よいしょ。はい。結構重たい。はい、ちょっと重たかったんですけど、今回はねこれで壁掛けをしていこうと思います。これはね何かっていうと、壁掛け風にできるテレビスタンドですね。結構高さが出せるタイプで、壁にぴったり寄せることができて、なおかつ、地震とかにも強いっていうものを今回は導入しようと思っています。これまでねトバログの動画を見てくれていた人だったらちょっとわかると思うんですけど、今までねトバログはリアウォールみたいな、なんかね木材と突っ張り棒みたいなのを立ててね、3本4本ぐらい立てて、そこにねテレビをガシッとつけるっていうスタイルでやってきたんですよ。で今までねそれすごくおしゃれで、かっこいいなっていう感じなんですけど、ちょっとねオーストラリアに行くタイミングで全て木材をちょっと廃棄してしまったところで、新たに木材を買い直すのもなっていうのと、この結構ねいろいろ段ボールとか引っ越しをしてる最中に DIY で寸法を測って木を切ってっていうのもなかなかねちょっと大変なところがありまして、今回はねちょっと簡単にこのテレビスタンドを使っていこうと思います。はい、ちょっと見えるかな。今回購入したのが中村っていうね会社が出しているイコールズのウォールっていうねテレビスタンドのシリーズ、それの V3 ハイタイプサテンホワイトっていうねモデルを購入しています。意外とねテレビスタンドって本当にいろいろ探したんですけど、シンプルかつなんかねこういうウッディでもありつつ柔らかい感じに合うテレビスタンドって意外となかなかないんですよね。僕がね好きなテレビスタンドでいうとタンスの弦のこういうやつがあったんですけど、これデザイン的にはすごくいいんですが、なんかね65インチにフィットする感じのバランス感ではなかったので、高さ的にも高さが出せて、それでね白系でシンプルなものってこのぐらいだよなっていうところで、有名どころではあるんですけど、ウォールのねこのV3 っていうものを購入しています。ちなみにウォールに関してはいろんな種類結構出ていて、本当にね、小さめのテレビから最大90インチぐらいまでのめちゃくちゃでかいテレビまでね、幅広く対応しているっぽいんですけども、このね V3 っていうタイプは80インチまで使えるっていうところで、問題なくこの65インチぐらいだったらいけるかなっていうところですかね。でその中でもね低いタイプと高いタイプあるんですが、子供が結構ベタベタ触ったりとかね画面することもあるので、それをできるだけ避けたいなっていうところでハイタイプにしています。気になった人はね、概要欄からチェックしてみてください。というわけで早速開封。久しぶりにこういうね大きめのなんかガジェットではないんだけど家電っぽいようなそういうアイテムを買うので、ちょっとねワクワクしてます。これ意外とコンパクトですよね。で開けるとこんな感じで、なんかさらに段ボールが入ってますね。緩衝材だった。まさかの緩衝材。これはネジとかがこんな感じでパッキングされていて、はい、実際に開封するとこんな感じです。中の構造は結構シンプルで、この台座部分にこのねはしごみたいなところをかけて、この上にねテレビを設置していくっていうスタイルです。そして質感は結構すごくいい感じですね。なんかサラサラとしたサテンホワイトっていうらしいんですけど、このね金属にマットなこの質感の塗装が施されていて、白でなんかね山崎実業みたいな感じですね。最近こういう素材感多くて個人的には最高って感じなんですけど、こういうねサラサラとして光沢感のない、そして部屋にも置きやすいスタイルっていうところがいい感じです。
ちなみにね、山崎実業のパン入れがここにあるんですけど、素材の風合いとかはかなり似てますね。色が若干こっちの方が落ち着いているというか、若干だけど本当に比較しないと分かんない程度だけど、ちょっとねこっちの方が緑寄りで、こっちがマゼンタ寄りの白っていうところで、一緒にねこういう山崎実業のアイテムとかと部屋でね組み合わせたいっていう人には最適の選択肢なのかなと思います。そしていつもねテレビにはこういう大型のアークサウンドバーというねソノスのサウンドバーを使っているので、これをね一緒に壁掛けしたいなと思って、このサウンドバーの棚板もね一緒に購入しています。このね棚板ですね、本体が確か2万円台後半とか3万円いかないぐらいだったと思うんですけど、なんかセールとねポイントでめちゃくちゃ安くなってて Amazon で購入したんですが、結構安くなってたんですけど、このね板自体は1万3000円という感じで、合計すると4万円3万円4万円ぐらいかな、合計4万円ぐらいという感じで、DIY するよりはだいぶ高めではあるんですけど、引っ越してもそのまま使えるし、部屋のね置く位置とかちょっと微調整とかしやすいと思うので、そういうところはね利点かなと思います。じゃあ早速組み立てていきます。後ろはねなんかこんな感じになってますね。本当はこの下になんか家具スベールみたいなとかフェルトのクッションとかつけようかなと思ったんですけど、結構こういうなんかしっかりと、変にこの上につけたら耐震性が損なわれるとかそういうのがありそうなのでちょっと怖いですね。一旦このまま進めてみようと思います。ネジ類の数が標本みたいです。虫の標本みたいにパッケージされてます。ガシッとこれをかぶせることで、この下のむき出しになってるネジをこう隠してくれるわけですね。これが最小の高さで、高さを合わせる時にこうねスライドするみたいですね。ここまででとりあえずこの、床のこのスタンド部分は完成ですね。ここからはテレビの背面の取り付けですね。金具のいろいろこの中にスペーサーとかが入ってるんですけど、こういうテレビの形状の後ろの部分をいろいろ検証して、どのテレビにもねはまんないといけないようにしなきゃいけないんで、めっちゃ大変ですね、作る人。すごいこれ。なるほどね。これはなんかめちゃくちゃネジがあったのはスタンドじゃなくて、このどのテレビにもね対応するようにこれがあるみたいですね。あんまりグッとつけてもね、これが入ってて、これでね取り付け場所とかをちょっとねメモすることで高さがだいたい想定できるらしいです。一応やっとこう、テレビの高さがこの穴のところにこう来る感じですね。意外と標準でもねハイタイプなので高さが出やすいですね。結構現時点でもこんな感じでテレビがここぐらいまで来る感じなんですけど、これ最大まで上げるとグググググッとおっと出しすぎた。最大まで上げるとここまで上がるんですよね。ちょっと見切れてる可能性あるんですけど、ここからここの上にねテレビが来るぐらいっていう感じで、お店でディスプレイするとかだったらいいかもしれないけど、家で使う分にはダイニングテーブルにね合わせたいので、このぐらいかなと思っています。3ぐらいかな多分。これで取り付け用のね高さはぴったりです。ただこのままテレビを取り付けちゃうと、さっきね購入したこちらのサウンドバー棚板が付けられないらしいので、このタイミングで棚板をね付ける必要があるみたい。かなり簡単な構造のこの板が1枚入っています。ちなみにこれ着脱はテレビもそうなんですけど、2人以上でね行ってくださいというところです。はい、僕はとりあえず1人で頑張ってみるんですけども、やるときは2人以上でっていうところですね。やっとここまでできたので、ここからはテレビを載せていきたいと思います。ほほほほ。ここかな、真ん中は。やりました。いいんじゃないですかね。はい、一旦こんな感じでテレビを載せることができました。この後にちょっと金具をね固定したりするみたいです。この上にとりあえずこれも載せてみて、おー、完璧完璧。はい、というわけで組み立てが完了しました。実際どうですかね。めちゃくちゃ
かっこいい感じなんだけど、我が家にね今までテレビが映せない状態だったので、やっとねテレビ見ることができてるので、トバログの Vlog を今流しながらこの動画撮っていこうと思います。だいたいねこれ組み立てにかかった時間的には1時間半ぐらいですかね。ちょいちょい疲れたんで休みながらやってたんですけど、こんな感じですんごいいい雰囲気になってますよね。かなりこの白い壁に対して白いウォールっていうのがかなりいい感じになってます。ちょっと真っ白っていうよりかは若干ね黄緑がかったというか、シャドウに青とか緑が入ったようなちょっとねそういう寒色系の色合いなので、その辺がちょっと家庭で使うには若干もう少しニュートラル寄りの色だったら最高だったなっていう感じですね。とはいえこの雰囲気最高なので、このまま動画撮っていこうと思います。はい、というわけでここからちょっと本題に入っていくんですけども、なぜ壁掛け系、壁掛け風なんですが壁掛けテレビをするのかっていうね、そこのメリットについてちょっとお話ししていこうと思います。まずメリット1つ目はやっぱりね部屋が広く使えるっていうところですね。最近のテレビってめちゃでかいじゃないですか。これもね65インチで15万円とか、20万円いかないぐらいの有機 EL なんですけど、結構ね低価格で大きいものが買えるようになってきたので、その分ね大きいもの買おうかなってなると、じゃあこの下のスタンド部分どうするみたいな、なんかキャビネットみたいなのも大きいの買わなきゃってなったりするので、そうなってくると、部屋がね当然ここ壁からこのぐらいまで、キャビネットが来るってなると結構圧迫感あるんですよね。壁掛けでもねこの足の部分はね結構せり出す感じは出てしまうんですけど、だけどね結構広めに、割とこの辺までテレビの前に寄ってね歩いたりもできるので、そういう意味では結構ね視覚的にも物理的にも部屋が広く使えるかなと思います。でそのすっきり見える的なところで言うと、やっぱりね配線もこの後ろにね収納できたり、そもそも購入した家であれば壁掛け用にバコッとね後ろ側から壁の後ろから配線も通せたりもできると思うので、そのねすごいごちゃごちゃしちゃうみたいなのが結構少ない点も嬉しいですね。この辺の部屋がね広く使えるっていうところと、見た目的にもかなりすっきりするっていうところがやっぱりね一番メリットを感じてますね。特にこの部屋10畳ちょいぐらいしかリビングスペースないんですけど、そういうところでもこのね大きいテレビを置いて圧迫感がないっていうのは熱いポイントです。でテレビをね壁掛けにするメリット2つ目としては、やっぱりね掃除がすごい楽になります。結構ね前までキャビネットみたいなのを使っていて、その上にテレビガッて置いたりしてたんですけど、やっぱりねキャビネットの真下の部分とかってちょっと隙間空いてるじゃないですか。そういうところにすんごくホコリが溜まって、でそこをねいちいちなんかお掃除ロボットも通れないからこういうので掃除しなきゃとか、あと棚になってると収納があるのはいいんですけど、その棚の部分とかにね結構ホコリが溜まるので、そこをねこうやって綺麗にしなきゃいけないとか、結構ねホコリが意外と溜まるっていうところがやっぱデメリットだったんですよね。壁掛け系にするとこの部分とかめちゃくちゃ薄いので、そのままね掃除機掛けもできるし、こういう棚とかもちょっとね外しちゃえばさーって結構ね綺麗に拭くことができるんですよ。後ろの方はちょっと掃除のしづらさはあるんですけど、それでもねなんかフットプリントというか、面積自体がそんなに広くないので、普通にキャビネットを置いてテレビを置くよりはだいぶ掃除もしやすいし、ホコリも溜まりにくいのかなと思います。ここがね2つ目のメリットですね。で壁掛けテレビをするメリット3つ目として僕が結構感じてるのは、割とね生活様式に合わせてテレビの高さを変えやすいっていうところですかね。でもしね普段の生活で、床で生活するタイプの人、こたつとかソファーとかそういうねところでいつも過ごしてる人だったらロータイプを購入したり、DIY でもね低めに設定して自分でね高さを変えたりとかできるし、僕だったらダイニングテーブルで普段ねご飯を食べたりテレビを見たりするので、ちょっと高めにして子供がね触れないぐらいの高さにしちゃうとか、僕今ね小さい子供がいて、今もう3歳なんでそんなに触んないんですけど、1歳ぐらいだった時ってやっぱ結構ねテレビのこの辺とか気になってバンバン叩いたりとか、触ったりとかしてたんですよね。でもしね普通にキャビネットにテレビ置いてるだけとかだったら、そうやってバンバン揺らしたりしちゃったら、もしね倒れちゃったらとかね怖いなとかあったんですけど、割とこれとかだったらもう子供がねそもそも触れないような高さの位置までね高さを上げることができるので、その辺で結構ね、触って揺らして落とすみたいなね、そういう不安からは結構解消されてますね。今ね3歳なんでちょうどこの辺ぶら下がったらどうしようかなとかいうね怖さはあるんですけども、少なくともテレビをバンバン触ってこのままバタンって倒れるっていうの心配はねもうほとんどない感じなので、そのぐらいまでね高さ
上げられるっていうのは嬉しいですね。この辺ね、ただのこういう棚にテレビを置くとかだと意外と高さ調整がね難しかったり、後から変えられなかったり、買い替えしなきゃいけないとか、そういうのがあったりするんですけど、壁掛けのこういう、テレビのこういうやつだったりとか、あとDIY でねこう縦に立てるとかだったら割とこういうなんか高さを変えたりとかがしやすいので、その辺がねすごくありがたいなと思っているポイントです。メリットはそんな感じですね。逆にデメリット的なところで言うと、ものすごくテレビにねなんかこう DVD プレイヤーとかブルーレイとか PS5 とかいろいろなものを全部テレビにつなぎたいっていう用途だとちょっとね、難しいですよね。この必然的にね棚が必要になってくるかなと思います。収納ボックスみたいなのも別売りしてたりするんですけど、そういうので賄えないぐらい大きすぎるものとかだとそもそも置けないので、その辺はねちょっと厳しいかなっていうところですね。あとは配線とかもちょっと隠せるのはいいんだけど、すごくねガチガチに固定してなんか毎回機材入れ替えるとか、その辺はちょっとしづらいかなと思います。それ以外はそんなにデメリットは感じてないかな。やっぱり収納ができない点はちょっと厳しいんですけど、それ以上にこのね見た目がすっきりしてリビングにも馴染むような風合いっていうところがやっぱりね壁掛け最高ですね。壁掛けで言うとやっぱりね家を購入した人の特権みたいな感じはあったんですけど、最近は結構こういうウォールとか、あとタンスの弦とかおしゃれなこういうテレビスタンドもいくつか出たりはしているので、そういうのを導入すればね気軽にこれができるっていうところでおすすめです。というわけでまだねこんな感じで最低限の装備なんですけど、これからねいろいろ整ってきたらまたルームツアーとかでこの状況とかを紹介したいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よければチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。